昨日の続きから始めたいだけなのに AI へまた最初から説明していませんか？あります。目的も条件も前に決めたことも全部やり直しです。でも、それは質問の書き方が少し曖昧だからではないですか。そう思って質問文を直す人は多いです。けれど、質問だけ直しても AI が知らない背景は埋まりません。昨日はうまく答えたのに、別の画面だと急に話が通じない。あれが地味に疲れるんですよね。便利になるはずの AI で説明する仕事が増えてしまう。今回の本が扱うのはまさにその行き詰まりです。記憶を持つ AI という題名なら、全部覚えさせれば解決しますか。そこが最初の誤解です。何でも覚えさせる話ではありません。質問より先に仕事の前提を整理して残すという考え方です。前提というのは長い説明文を保存することですか？長さではなく、次も必要かどうかです。この動画では毎回の説明を減らすため何を残し、何を更新するのかを見ます。 AI の使い方というより、仕事の引き継ぎ方の話に近そうです。その見方がこの本の入り口です。例えば、前回は初心者向けと伝えていたのに、今回は抜ける。すると急に専門用語が増えて、使えない答えになるんですよね。AI が気まぐれなのではなく、判断材料が欠けた結果かもしれません。この違いに気づくと改善する場所が見えてきます。質問を何度も書き直すより、前提を一度整える方が早そうです。多くの人は AI をその場で答える質問箱として使います。私も必要な時だけ開いて、その都度お願いを書いています。単発の相談ならそれでも十分です。ただ、仕事が数日続くと問題が出ます。前回の目的や判断を AI が知らないままになるからですね。同じ資料を直して、でも誰に見せる資料かで答えは変わります。速さを優先するのか、正確さを優先するのかでも変わります。前回、上司に却下された理由まで分かっているかどうかも大きいです。その通りです。質問文は目の前の依頼を示します。でも仕事の前提は、なぜその依頼をするのかを示します。つまり、質問が同じでも前提が違えば正解も違う。そうです。だから回答がブレるとき、すぐ質問力のせいにしなくていい。私は良いプロンプトを探して、毎回どんどん長くしていました。長い質問が悪いわけではありません。ただし、その中に一時的な指示と何度も使う条件が混ざると、次回も同じ整理が必要になります。毎回のお願いと仕事の土台を分ける必要がある。本書の大事な視点はそこです。AI の賢さだけに期待せず、文脈を渡す側の仕組みも整える。質問を磨く前に、仕事そのものを整理するんですね。会議資料なら、前回の議論や反対意見も前提になります。それがなければ、見た目は整っても会議で使えない資料になり得ます。文章として正しいのに、仕事としては正しくない状態ですね。AI の回答を評価するときは、うまい文章化だけでなく、目的に沿っているかを見る必要があります。その評価基準まで残せれば、修正の往復も減らせそうです。では、何を前提として残すのか。まず一つ目は、この仕事の目的です。売上を上げる資料なのか、社内の合意を取る資料なのか。目的が違えば、構成も言葉も変わります。二つ目は、守るべき条件です。文字数、締め切り、対象者、変更してはいけない仕様などですね。三つ目は、すでに決めたことです。何を採用し、何を捨てたかを残します。決まった結果だけでなく、なぜそうしたかも必要ですか？そこが4つ目につながります。過去の失敗と修正した理由です。理由がないと AI は一度捨てた案をまた提案しがちです。人間の引き継ぎでも結論だけだと同じ失敗をしますね。5つ目は次に行う作業です。どこまで終わり、何が残っているか、ここまであれば再開しやすくなります。目的、条件、決定、失敗理由、次の作業、意外と短くまとめられそうです。大切なのは会話を全部残すことと再利用する前提を残すことを分ける点です。長い履歴があれば、AI が勝手に拾ってくれませんか？拾える場合もあります。でも、どれが最新の条件か、どれが途中の案かは曖昧になりやすい。会話の途中で方針を変えたのに、古い案へ戻ることがあります。だから履歴は記録であり、前提メモは現在地の要約です。役割が違います。1枚の引き継ぎメモがあれば、長い会話を毎回読み直さなくていい。しかも、AI だけでなく、自分自身の迷いも減らせます。昨日の自分が何を考えていたか、翌日には忘れていることがあります。記憶を持つ AI を作る作業は、同時に仕事を言語化する作業でもあります。
AI を便利にする前に、仕事の曖昧さが見えてくるんですね。それが本書を仕事術として読む意味です。例えば報告書なら、目的は上司が次の判断をできることです。条件は1ページ、数字を先に出すこと。決定事項は、原因説明を短くし、対策を中心にすること。失敗理由は、前回は背景説明が長く、結論がうずもれたこと。次の作業は、最新数字を入れて、結論を3行で書き直すこと。ここまで具体的なら、AI も作業の続きへ入りやすくなります。逆に、いい感じに直して、だけでは、昨日と同じ判断は再現できません。前提メモは AI への命令書ではなく、判断の基準を共有する道具です。ただし、前提を残せば、すべて自動で解決するわけではありません。記憶させたら、あとは任せられると思っていました。記憶には古くなる情報があります。担当者、期限、優先順位、採用した方針も途中で変わります。古い条件を正しく覚えていることが逆に失敗の原因になる場合もある。その見方で合っています。一時的な希望と長く使う条件が混ざることにも注意が必要です。今回は短く、という依頼を次の仕事にも使われたら困ります。別案件の情報が混ざる危険もあります。似た仕事ほど混同に気づきにくい。記憶が多いほど安心ではなく、何を覚えさせたかが見える方が大事ですね。だから人が確認し、更新し、不要になった前提を外します。それでは、AI を使うのに、また管理の仕事が増えませんか？確かに、管理はゼロにはなりません。でも毎回ゼロから説明するのと、短い前提を更新するのは別の負担です。全部を自動化するのではなく、繰り返しを減らす場所を選ぶ。そう考えると現実的です。AI を相棒と呼ぶなら、任せきりではなく引き継ぎがいります。人間の部下や同僚と同じで、古い指示のまま走らせないことですね。記憶の量より、現在の仕事に合っているかを見ます。もう一つ怖いのは、間違った情報が残ることです。AI が一度誤解した内容を正しい前提として使う場合があります。だから、出力がおかしい時に、質問文だけを疑ってはいけない。記憶や前提の中に古い情報がないかも確認します。覚えているから安心。ではなく、何を覚えているか確認できる。が大事。この姿勢が AI への過信を防ぎます。では、今日からどう始めるか、大きな仕組みを作る必要はありません。まず一つの仕事だけ選びます。毎週作る報告書のような、繰り返しの仕事が良さそうです。その仕事用に、短い前提メモを作ります。最初に書くのは目的です。誰の、何の判断を助ける仕事なのか。次に対象者と完成条件、どこまでできれば終了かですね。さらに変更禁止事項を書きます。変えて良い部分と守る部分を分けておきます。現在地も必要ですね。終わった作業と、残っている作業。最後に次の一手を一行で残します。次回は、そのメモを渡して再開します。でも前提メモを作る時間がもったいなく感じる人もいそうです。私も最初はそう思います。今すぐ AI へ頼んだ方が早そうです。そこで1週間だけ比べます。毎回説明する時間と前提を更新する時間を見てみる。数字で比べれば自分に合うかわかります。仕事が終わるたびに会話を全部保存する必要はありますか？全部を整理し直す必要はありません。決まったこと、変わったこと、次にすることだけ更新します。失敗した案も理由付きなら残す価値がありますね。はい、使わなかっただけではなく、なぜ使わなかったかを短く残します。そうすれば AI が同じ案を何度も出しにくくなる。そして前提メモは定期的に古い内容を削ります。増やすだけではなく、減らす作業も必要なんですね。記憶を持たせるとは、情報を溜め込むことではありません。次の判断に使える状態を保つことです。小さな仕事で試し、聞いた部分だけ広げれば良さそうです。最初から自分専用の大きな仕組みを完成させようとしないことも大切です。前提メモは難しい様式でなくていい、箇条が記録項目から始められます。完璧なルールブックを作ろうとすると、そこで止まってしまいますね。最初は何度も説明した内容だけを拾い出す方法でも十分です。同じ説明を2回したら、前提候補としてメモする。そうすれば、必要な項目が実際の仕事から自然に見えてきます。使わない項目まで先回りして、作り込まなくていいんですね。運用を1週間試したら、説明時間、修正回数、回答のばらつきを振り返ります。効果がなければ、前提が多すぎないかも見直せます。最初の場面へ戻りましょう。昨日の案件を再開するとき、もう背景から話し直す必要はありません。目的と条件、
決まったこと、次の作業を渡して続きから始める。もちろん、説明が完全にゼロになるという話ではありません。仕事が変われば、前提も更新します。それでも、毎回同じ文章を打ち直すよりはずっと軽いですね。この本から持ち帰りたいことは3つです。1つ目は、質問より先に仕事の前提を残すこと。2つ目は、何でも覚えさせず、次も使う情報を選ぶこと。3つ目は、記憶を放置せず、人が確認して更新することです。AI をもっと賢くする話だと思ったら、自分の仕事を整える話でもありました。AI の回答が毎回変わるとき、自分の質問力だけを責めなくていい。仕事の目的や判断が渡せる形になっているかを見直します。便利な機能を探す前に、引き継げる前提を1枚作ってみる。それだけでも、AI との仕事は質問の繰り返しから継続へ変わります。また最初からを減らせれば AI を使う疲れも少し変わりそうです。万能な AI を待つのではなく、続けられる仕事の形を自分で作る。それが、記憶を持つ AI という発想を仕事に生かす第一歩です。大事なのは、AI に依存することではなく、仕事の判断を見える形にすることです。その結果、AI を変えても引き継ぎやすくなるかもしれません。特定のサービスだけに閉じず、仕事の前提を自分で持てるからです。AI のために整理したものが人への引き継ぎにも使えそうです。記憶を持つ AI という言葉の奥には、記憶を管理できる人の仕事術があります。